こんにちは。リトルピープルです。家庭菜園にぴったりの植物たち紹介していきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんは玉ねぎを植えてみたけど肝心の玉ねぎが大きくならないなとか、玉ねぎ自体ならなかったよとかの経験はありませんか？なぜ玉ねぎが大きくならないのか、失敗してしまうのか、理由とメカニズムを解説しようと思います。今回は玉ねぎ栽培で一番大きな失敗の原因になるとう立ち、他の呼び方でネギ坊主とはなぜ起こるのかを説明していきます。玉ねぎは冬になると葉が枯れてくる時期です。この時期は葉っぱの養分を枯れることによって根っこに溜めている状態なので問題ありません。ただ葉っぱが全部枯れるのはダメです。なので不織布や防虫ネットで暖かくして寒さを防いでほしいと思います。そうすることで春に新しい葉がまた出てくると思います。地面から5センチ以内の茎が鉛筆サイズ5ミリから6ミリを超える太さになるととう立ちすると言われています。とう立ちするともうそれ以上玉ねぎの玉が大きくならないで終わってしまいます。とう立ちとは種を作るために茎が伸びてくることを言います。花をつける茎、花芽のついた茎のことをとう立ちと呼んでます。玉ねぎの場合はだいたい3月から暖かくなると出てきます。野菜は葉っぱがたくさん出て花を咲かせ、茎が伸びて花を咲かせて、それに種がついて終わります。玉ねぎは葉っぱの根元に大きい養分を貯める貯蔵庫ができます。これが我々が食べる玉ねぎの玉です。とう立ちしてしまうと今度は花を作る、種を作るところにエネルギーを集中させて玉ねぎが大きくなりません。もうそうなったら諦めるしかありません。玉ねぎのとう立ちが玉ねぎ栽培で一番失敗の原因として問題になる現象です。野菜は茎が伸びて葉っぱが出て大きい体を作ろうとします。これを栄養成長期と言います。これは体を作る時期です。そしてある時期になるとそのまま成長を止めて今度は次世代の種を作るために花を咲かせて種を作ります。実をつけて種を作るみたいな行動のことを生殖成長と呼びます。栄養成長と生殖成長の間にとう立ちがあるということです。葉を食べる野菜はとう立ちを起こして花を咲かせてしまうと葉っぱが急に食味が落ちて美味しくなくなります。そして最後には収穫できなくなってしまいます。逆に花を食べる野菜と実を食べる野菜はスムーズにこの生殖成長のとう立ちをさせて実らせるってことが重要になってきます。どちらにしてもこのとう立ちをコントロールするっていうのが栽培にとって一番重要になります。これからもう少し詳しく説明していきたいと思います。生殖成長に野菜はどのようなきっかけで移るかなんですが、簡単に言えばそれは自分が生きる環境が自分に合わなくなるとか生命に危険を感じた時です。自分がこのままの環境では生きていけないなと判断した時、子孫を残す生き方に変わります。その要因は3つあります。1つは温度です。自分の好きな温度かどうかです。2つ目が日の長さです。日がだんだん短くなるのが好きな野菜とだんだん長くなるのが好きな野菜があります。3つ目が栄養状態です。ストレスなくどんどんお腹いっぱい食べられるような栄養状態の時は
とうだちは起こさないです。飢餓になってくるともうとうだちしないといけないなと思う。こういう3つの要因があります。このメカニズムを玉ねぎで説明すると、秋に植えた苗が小さい状態で冬を迎えれば、そのまま休眠して春に目覚めて、日の長さと温度の上昇を感じて玉ねぎの玉に養分を貯めて、そして溜まったところで枯れてくるんですが、ところがもう一つ玉ねぎには別の性質があり、寒くなる前に鉛筆の太さより超えるようなサイズに育ってしまうと、今度は急に寒さに弱くなります。そして玉ねぎは10度以下の低温の日にちを自分でカウントし始めます。そのカウントが合計30日以上になると、花芽を作れっていう命令を出します。その後は生殖成長に移ってしまいますので、玉ねぎが玉を太らせることができなくなってしまいます。要するに玉ねぎを太らせるにはとう立ちさせない管理が重要になります。このように玉ねぎを大きく育てるには、とう立ちという現象を理解した上で、生殖成長を抑制し栄養成長を促進させるような栽培管理が重要になります。このことを理解した上で玉ねぎ栽培を行うと、大きな玉ねぎが収穫できるようになります。玉ねぎ栽培で失敗してしまうポイントについてお話ししました。次に品種選び、苗選びについてお話しします。玉ねぎの品種選びにも育成にも大きく影響してくるのが成長スピードです。成長スピードが速い、遅いで品種の性質が大きく異なります。例えば収穫時期も違えばできる野菜の味も違いますし、貯蔵性にも大きく差が出ます。植え付け時期も全然違います。この成長スピードに合わせた植え付け時期を守らないとうまく玉ねぎはできません。ちなみに成長速度が速い順に早生、中手、奥手となります。早生が成長スピードが速く、奥手になるほど成長スピードは遅くなります。ここからはそれぞれの特徴、おすすめポイントを解説していきます。早生の品種の特徴、おすすめポイントを説明します。新玉ねぎと呼ばれ、収穫時期が早いのが特徴です。またみずみずしい甘さがあり、サラダなどに向いています。ただし貯蔵には向いていません。玉ねぎの早生品種はその中でも大きく3つあり、超極早生、極早生、早生に分かれます。早生品種は早くから玉が太るので、とう立ちの心配が少なく、3月から4月という早い時期に収穫できるメリットがあります。このとう立ちが発生すると、先ほどお話しした通り玉が大きくなりません。近年暖冬の影響で中手、奥手の品種はとう立ちが発生し、満足に収穫できていない現状があります。中手、奥手の品種と組み合わせると、春先から梅雨前まで3、6月まで長く収穫し続けることができます。貯蔵期間の長い中手、奥手品種を考えると、春先から翌年の3月頃まで長く玉ねぎが楽しめます。まずは早生品種を収穫した後、中手、奥手品種を収穫できます。また貯蔵期間は短いのですが、新玉ねぎは辛み、苦みが少なく、その美味しさは格別なので人気が出てきています。次に中手、奥手の品種の特徴とポイントを説明します。収穫時期までが長いのですが、
収穫量も多く貯蔵性も高いのが特徴です。味も汗に比べ濃厚なものが多いです。中で奥手品種は貯蔵期間が長いことが大きなメリットです。一番貯蔵期間が長い品種で、なんと最長8ヶ月から9ヶ月間保存ができます。ただし近年暖冬の影響でこの品種はとう立ちや分球が発生し、満足に収穫できない現状が続いています。次に玉ねぎ栽培のコツについてお話しします。コツ1、植え付ける苗の大きさ、太さが重要です。先ほども最初の方で説明しましたが、玉ねぎのとう立ちの性質は地際の茎の直径が 10mm を超える太さの大苗が30日以上低温にさらされるととう立ちする性質があります。植え付けに適した苗の茎の太さは直径5、6mm、鉛筆くらいの太さです。それより太いと春にとう立ちしやすくなり、玉が小さくなったりします。適期に種まきして順調に生育した場合、55日程度で植え付け適期の苗が仕上がります。適期を守れば苗作りの作業は難しくありません。次に追肥のタイミング、肥料型にならないポイントを説明します。冬季は成長が止まるので春まで追肥の必要はありません。肥料型だととう立ちを招くこともあるので気をつけます。1回目の追肥は2月下旬、3月上旬、気温の上昇とともに新しい葉が伸びる時期にあたります。2回目は3月下旬で玉の肥大を促します。奥早生の場合は追肥1回とし、成長を見ながら必要に応じて2回目を施します。生育後半に肥料、特に窒素成分が効きすぎると玉の品質が悪くなり貯蔵性も落ちるので注意しましょう。以上が玉ねぎ栽培で大きな玉ねぎを収穫するポイントです。苗はできるだけとう立ちしないように茎が 5mm から 6mm の苗、要するに鉛筆ぐらいの太さ以下のものを選び、決して1センチ以上のものは選ばないこと、品種に合わせた植え付け時期を守ること、肥料型にならないことに注意して育ててみてください。以上のポイントを守ればほぼ玉ねぎ栽培はうまくいきます。私もこの注意点を守って栽培しているので大きな玉ねぎが収穫できてます。皆さんも楽しく玉ねぎ栽培やってみてください。